ニオンゲームスです。ラジオの編集版です。ご視聴ください。それでは参りましょう。僕らの最強ゲーム伝説。はい、バチバチ。さあ、今回はですね、ファイナルファンタジー編ということで、皆さんに聞いていただきます。ファイナルファンタジーのこちら最強プリ、いかにファイナルファンタジーが最強だったかというのを皆さんによやりたいなというふうに思っておりますけども、木村さんもこのファイナルファンタジー1987年ですかね、1の発売は。当時、木村さんもね、プレイされたと思うんですけど。高校生だと思う。だからね、ファイナルファンタジーを語るときに、結局僕は、スクエアにいたけど、ファイナルファンタジーを作ってる人たちが、なんていうの、頑張って盛り上げたところに入っただけで、僕はスクエアのことをそんなにこう、よく分かってないわけさ。で、僕はだからそういう意味で言うと、みんなと同じ立場やね、結構。それは知ってるし、会ったことある人いっぱいおるわけや。でも、本当には知らないよね。だから、ファイナルファンタジーっていうものを語るときに、僕はもうファン目線でしか語れないんだよね。なるほど、なるほど。ただ私は言わせていただきたい。ドラゴンクエストが大好きな私が、それでもファイナルファンタジーは最強だって言えちゃうんですよね。ドラゴンクエスト1、2、3って、前にも一回話したことあるんだけど、ドラゴンクエスト1、2、3をやることによって、RPG の世界に誘われるようにできてるじゃない。もう、1、2、3って順番にプレイしていくことで、だんだんこう、RPG の、いろはというか、RPG 面白いなってこう、だんだん感じ取れるような作りになってるぞっていう話でした。要は、どんどん進化していって、で、プレイヤーがそれをやるたびに新しいこうステップを踏んで、広がっていくもんだから、お客さんの数も広がるし、知識も広がるし、RPG を広げたっていう意味で言うと、ドラゴンクエストのおかげだろうとは思うんだよ。なんだけど、ファイナルファンタジーが出た時の僕の気持ちは、なんてとんでもなくコアで難しくてしんどくてめんどくさいもん出したんだっていう感じだったの。結構そんなイメージだったんですね。それぐらいのギャップなのね。FF1 って。つまりドラクエ2でやっとパーティー3人になったのに、FF1 はもうパーティー4人だし、敵難しいし、物語もなんかひらがななのに、なんかやたらセリフ長えし。そうですね。ちょっと硬派というか、なんか。硬派だし。もう、ドラクエ1、2ってやってる人が、ちょっとファイナルファンタジーって RPG 出たからドラクエみたいなものかなと思ってやったら大間違いなわけですよ。で、結局僕にとってみてのその進化みたいな感じが結局ファイナルファンタジーの方がロックで尖っててやばいもので、まるでなんかこう海外のゲームを遊んでる時みたいな、こう、次こう、硬派ななんかルールが入ってくる。例えばだよ、ドラゴンクエストだったら1から2に進むときに、やっぱりレベルってそのまま残ってるじゃん。僕覚えてるのはね、ファイナルファンタジー1が2になったとき、レベルなくなったんですよ。なくなりましたね。しかもね、最初からボス出てきたんだよな、いきなり。で、負けんの。FF2 の物語が、初めてすごくキャラクターが死んだ物語だと思う。なんか、死んだみたいな、なんかパーティーの仲間死んだみたいなことが、いや、結局、このFF1、2、3、4、5ぐらいまでの流れが、その時の印象っていうのがすごく良くて、その尖ったファイナルファンタジー、尖った RPG っていうのが、どんどんこう、なんていうかな、さらにこう変化して育って、こう、今、何本になったの ?14 ぐらい ?15? いや、15出ました、15まで出ました。今、いつの間にかそんないっぱい、もっと20とか言われたらどうしようかなと思ったんだけど。だから僕にとってのファイナルファンタジー最強は、やっぱり、どっかやっぱり前半のところにあるんだと思う。僕、結局、ゲーム作るのを仕事にしちゃったじゃない。はい。で、純粋に、その子供の気持ちで、次から次へとファイナルファンタジー面白いなと思えてたのって、多分4と5のところの、なんか感じなのね。要は1から2、2から3ってすごいコアで、なんか尖ったものだったんだけど、4の時にね、突然ね、なんかね、そうですね。変わったんよね、雰囲気。変わりましたね、雰囲気。はい。すごく面白かった。なんか、もちろんバトルも、アクティブタイムバトルって言って、リアルタイムにターンが進んでいくタイプの、バトルが初めてが4だったと思うんだけど、で、それを遊んでる時に、バトルじゃなくて、4の、
物語がすごく、こう、演劇的というか、なんかその、そうですね、ドラマすごかったですね、4は。ラブストーリーで、あんなの見たことない。ドラクエでは絶対にないことが起きてたのね。で、そうだ、ドラクエないですね。確かに、ああいないねう、ちょっと大人の色恋というか。今だとあるかもしれないけど、もしかしたらどっかのはい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 でもあのタイミングだとドラクエって全然そんなことじゃなくて、やっぱり冒険することに重きを置いて、うん。なんか恋愛ストーリーみたいなのじゃなかったし、うん。だけど、4ってそういうのがすごい入ってて、すっげえ新鮮だったの。それで、4が最高だと思ってたら、まあ結局デバッグやらさせてもらった5っていうのは、その4の進化系みたいな感じで、そのアクティブタイムバトルがもうアビリティをこう装備したりとかしても、すごいカスタマイズ要素があって、もうこんなにもバトルって面白くなるんだなと思って、すごいところに到達してたから、多分、仕事でデバッグじゃなくて、一お客さんだったら、僕はファイナルファンタジーのその最高到達点は5だったと思うんだよね。で、まあ、その後、残念ながらやっぱ仕事っていうこうフィルターかかっちゃう。残念ながらそうですね。世の中的にはセブンがすごい思い出になってる人ってたくさんいるんだけど、僕の場合はお客さんとしてセブン、ファイナルファンタジーセブンを見るっていう、その状況だったと、まあ思うのね。で、その時に僕が感じたのは、もう全然それまでのもうこう前向きだったことじゃなくて、なんだろう、話投げよみたいな、なんかこう、そういう感じになっちゃってたんよ。なんか。久々にフレッシュな気持ちで立ち向かった時に、新しいファイナルファンタジーの流儀の中に入れなかったんだろうね。それは正直そうだった。で、その後はね、そんなにね、ガンガンね、こう、毎年出るファイナルファンタジーをやれるかっていうと、もうね、ゲーム作る方ばっかり考えてるから。いや、まあそうですよね。まあ、買うんだけど、8も、9も、9はすごいちゃんとやったかな、結構。9は雰囲気が好きだったから。だから僕にとってのファイナルファンタジーって、前半のスーパーファミコンの5なんだけど、でもね、どうかな。でも、10が水球、11がオンラインでしょ。オンラインも良かったな。あれ面白い。11面白かったな。11も名前、話しちゃった。チューリップ止めそうになってた。思い出した。11やりすぎて、スタッフの一人に、それはやめてくださいって言って、セーブデータ隠されたんだよね。なんかアナログな方法で止められたんですね。でもね、前半の、実は、僕の中でも、なんかこう、好きとかいいとか言っていいのかなと思ってるやつが、やっぱり FF2 なのよ。前作からの、なんかこう、変化度がすごくて、あの中の、言葉を覚えて、尋ねることができるのね。街の人に。はい。わかります？わかります。なんか野原かなんか教えてもらうと、合言葉を覚えたら、なんか合言葉を誰かに使うと、早速使ってるねとか言ってくれるわけですよ。そう。だからね、僕の中でね、なんかファミコンなんだけど、ウルティマみたいなことをやり始めた感じがすごい好きで、しかもなんかこうお客さんをなんか引き離してるっていうか、こう、すごい難しいことやらせてるんで、そういう、こう、なんだろう、FF2 の、なんか凄さみたいなやつがあって、だから、5までと5以降でちょっと違うのよ、それで。なんかね。そうですよね。すごいんだよね。ファイナルファンタジー6って、さらにすごくて、その、スーパーファミコンの能力の限界でやってるから、ビジュアルとかデモとかもすごい綺麗なのね。でもね、なんかシリアスすぎてね、あそこでこう、なんだろうな、僕が求めてるのよりも、ちょっと真面目すぎるなっていう感じ。だから、それは FF7 も同じなんだろうな。だからあそこで俺ちょっとやっぱりなんか、俺ファイナルファンタジーと俺の間に壁ができたのは、5の間、5と6の間で壁ができたんだよ、俺には多分。木村さんの、まあ、中での FF の、まあ、最強の FF ってのは、実質 FF5 だけども、時点で2も結構すごいぞっていうことですよね。個人的に好きなのは FF2 なんだけど、どれが最強ですかっていう質問に対しては、ファイナルファンタジー5だと思う。なるほど。あれが最頂点だと思います、私は。なるほど。そう思います。ということですね。はい。後半ではまた
別のね、この FF5 が最強だとした上でのお話をしていきたいなと思ってますんで、ひとまずじゃあ休憩しましょはい。はい。う。はい。失礼いたします。はいはい。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。